迫ってくる感じがする。これさえなかったらね、死なんでよかった人がおるっていうのが辛いやろ。隠そうとしたのはもっと上の人でしょ。なんでやらされた人が責任を負って死んでんのにいまだに調査ちゃんとしてくれないって。ほんとかわいそうやろ。返してくれよ。返してほしい。あんまりここに生活感はないと思うんやけど、もう生活はしてないというか、風の吹いてると植物が揺れるのずっとなんか去年から1年ずっと見てるような感じ。なんかいつもここに座ってる。ここに座ると家の中を見なくて済むから多分ここに座るんやろね。今気づいた。眠れん時はここに来て一日過ごすかな。なんか夜中とか飲み会で遅くなった時に待ってる寂しさと、もう誰も帰ってこない時のもう待つ過ごすだけの寂しさってまた全然違うというか。これもでも処分しようかなと思ってるんやけど、もう私は使わないから。なんか分からんけど好きやったのね、書道が。詳しかったよ本当に。作品集を毎日見てた。これどう思うとかよく話して、この先生のこの字すごいなとか、私はこう思うよって言ったら、いやそれはこうやと思うでとか、あ僕もそう思うわとか、もうそんな会話を毎日してたのね。これは何やこれ。根気我慢地道に継続。面白くないこれ。あ、俺英語も勉強してた。目標470点だって笑かすなこのノートは初めて見たな。ちょっとウケるな。中国語、ここも中国語になっとるで。英語やめたな。もう英語諦めとるわ。めっちゃ面白いこれ。これはちょっと面白かった。今日初見、ちょっと元気が出るな。あったあった。最初来た時に喜んで、やっと待ちに言われたのが来たと思って開けて、これはね、ほとんど真っ黒。これが夫の亡くなった理由です。まあでも一人やかばかにされたような気がする。僕もそれはそう思います。絶対に舐められた。それはもう彼らは若井さんに何もできないと思っていいように言って、それで言うことを聞くと思ったんだよ。時間かかったっていいですよ。時間かかったってちゃんとできたらいいじゃないですか。2年十分まだまだ間に合う。間に合ったのかな。間に合いますよ。だから亡くなった人は戻ってこないけど、それはもう本当にどうしようもないけど、それ以外のことはちゃんとなんとかなりますよ。だよね。絶対に共感が広がりますから、賛同も広がるから。お願いですから、私と夫の立場に立ってください。皆さんの大切な夫や妻や子供が改ざんを強制されて自殺に追い込まれたことを想像してください。きっと私と夫の立場に立てば、
そんなこと答える必要はないという回答がどれだけ遺族の心を傷つけるか想像できると思います。私は真実が知りたいだけです。夫が作成したファイルやメモを開示し、夫が自殺に追い込まれた具体的な経緯を教えてください。よろしくお願いします。3月3日やってんね。だから亡くなる4日前、3、4時間ここにこもってたのよ。もう六甲山の自分の決めた木に首をつって死ぬつもりやから、ここに来て衣装を茶封筒に入れて、ポケットが膨らってたから多分紐を持ってたんやと思う。ケーブルかなんかを。どんな気持ちやったやろ。すごい人からの目を気にしてたのよ。ずっと足元見てたんちゃうかな。で、山に登って帰ってくる人はみんな幸せそうやしさ、自分だけどん底やん。これがこの山にこもった日の夜。そんなね、なんで死なにゃいけんの。私車で出かけるけどそれだけ許いして。けん、絶対嫌じゃ。一緒に行こう車で。嫌じゃ眠てん。すぐ警察呼ぶ。一緒に行こ1000番。う。頼むけ。R11000番。はあ。じゃったかな。へえじゃったかな。とっちゃん、そんなんでさ、死ぬって頭おかしいなっとるよ。おかしいよ。大丈夫じゃねえよ。とっちゃん、車で死ぬんだってボレ人に迷惑かけるし、玉島にとっちゃん帰らにゃいけんなんで死んだら。まあ私からしたら現実やから、ここでご飯食べてたんですよって、同じようにここで亡くなってたんですよって、ここにね入ってたんだよ。ここにね。だからずっと大事にしてたんだなと思って。倫理って何なんやろうね。夫の人間がただあの瞬間に亡くなったんじゃなくって、こういう思いをしてこんなことをしてしまって、すごくそれを後悔してて、世の中の人に分かってもらえて、赤木俊夫がまた生き返ったというか、認められるんじゃないかなと思う。